皆さんこんにちは。ライトニングの目標側です。いやレザーズデー疲れたよね。お疲れ様でした。お疲れ様でしたでそのレザーズデーの中で実はそのワークショップやったじゃない、はい、プロに教わる基本メンテ講座、革ジャン編ブーツ編、面白かった。面白かったでしょ。すごいためになったじゃん。で、当日ねどうしても都合が合わない、もしくは遠方で会場に来れなかったっていう人も結構いると思うんですよ、これをご覧の皆さんの中にね。そうですね。なんであまりにもったいねえから特別にそれを配信しちゃおうと。おー、いいですね。別に手を抜いてるわけではありませんそうなんでちょっとねいろいろと、役に立つ、っていうかこれさえ覚えておけば問題ねえだろうっていう基本の木を教えてもらったんでね、ちょっと皆さんこれからシーズンに入るんで覚えておいてもいいんじゃないかなと思うんでね、ぜひご覧ください。よろしく。皆さんこんにちは。じゃあ今日はですねちょっとプロフェッショナルの方にレザーメンテレザーケアの方法をちょっと伺おうと思って、はい、で革製品ってね今日このレザーズで、はい、革好きいっぱい集まってるんですけど、やっぱり革の素材っていうのって手入れしないと死んじゃうじゃないですか、はい、そうですやっぱりね、はい、だからやっぱり長く使うための極意を今日は教えていただけるということでですね、ちょっとじゃあ自己紹介をお願いします。はい、こんにちは。株式会社 R&D の伊藤久樹と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。で、私ライトニング編集部の茂木川と申します。よろしくお願いします。とりあえずですね、はい、今ボーン置いてありますね、靴、はい、革靴、ワークブーツ、多分ね今これ見てらっしゃる方の足元見てもほとんどの方がそんなやつ履いてますですね。そういうやつ履いてますね、はい、正直ですよ、僕もワークブーツずっと履くんですけど、どっちかっていうとですね放任主義で、はい、あんまり可愛がってあげてないっていうわけではないんですけども、過保護にしないようにしてるんですよ、はい、ただ過保護にするとこういうことになるんですよねちょっとこれはですね弊社営業部の人間の靴なんですけど、ノーメンテで数年間履き込んで何にもしないとこうちょっとかわいそうなことになってくると、はいはい、こうならないためにも、はい、日頃のブーツのメンテ、革靴のメンテをちょっとお伺いしたいんですけども、はい、基本的なところをまず教えていただければ。はい、はい、ブーツのメンテナンスで基本的なところで言いますと、まず、履いたらほこり落としをしてあげるっていうのがすごく重要でして、ほこり落とし用のブラシで使うのがこの馬毛のブラシですね。手で触ってみるとちょっと柔らかいブラシっていうのが、馬毛でほこり落とし用のブラシになるんですけれども、はい、まずそのメンテナンスで一番重要なのってすごくブラッシングっていう部分があるので、ブラシを全体的にかけていただいて、まずは見えない方もしあれだったら立っていただいても全然大丈夫なので、まずは表面にくっついているほこりを落としてあげるっていうのがすごい重要です。特にブーツでも革靴、靴全部そうなんですけど、はい、このソールとアッパーの隙間、ここのコバとかウェルトとか言われる部分なんですが、ここの部分ってすごいほこりがたまりやすいので、ここはもう重点的にブラシはかけていただいた方がいいです。まずブラッシングのでほこりを落とす、はい、ほこりを落としてあげるというのがまず第一ステップですね。はい、で次に使うのがこれもすごい重要なんですけど、レザークリーナー、これがですね人間でいう皆さんお風呂入りますよね。お風呂入って顔洗ったりするようなタイミングと一緒で、革の汚れ落とし、毛穴の中に入っている汚れをこのクリーナーでまず落としてあげると。はい、クロス指に巻いていただいて、だいたい指先締めるぐらいの量、じゃあカメラの方でそうですね、はい、これぐらい取っていただいたら、優しくこすって落としてみます。
でこの時に毛穴の中に入っている汚れだったり、あとはまあ前回塗った古いオイル分だったり、ロー分だったり、そういったものを取ってあげるっていうのがすごく重要です。うん、こんな感じで、はい、ちょっと汚れてますね。結構汚れてますね。でこの作業をできれば2周ぐらい、もう全体にまんべんなくっていう感じですかね。はい、全体まんべんなく拭き取っていきます。注意点が、あまり強くこすらない、うん、優しくこすってあげるっていうのがすごくポイントです。結構皮って濡れた状態で強くこすっちゃうと、はい、それが摩擦によって、色が抜けやすかったりしてしまうので、なるべく優しくっていうのがポイントですね。洗顔と一緒ですね。はい。で、なんかで読んだことはあります。はい。まあこんな感じで汚れを落としていきます。はい。はい、でクリーナーをかけた後に、はい、次に使うのが、お風呂入った後皆さん化粧水つけたり乳液つけますよね。うん、それと一緒で、このブーツクリームっていうのが、こういうブーツに特化したクリーム、靴積みでして、はい、これはどういう材質でできたものなんですか？こちらがですね、通常の靴積みのをベースに作ってるんですけど、あまり染料を強くしてないので、うん、特に茶芯が出る皮とかにはすごく向いたクリームでして、そんなに色づきを強くしてしまうと茶芯まで消してしまうので、はい、染料というのはちょっと弱めにしてます。あとはまあ水溶性のシリコーンっていうのを入れてるので、すごく汚れを付着するのを防いでくれる効果というのも入ってますね。はい、でペネトレートブラシっていうブラシがですね、あ、そういう専用のペネトレートブラシ、はい、塗る時用のブラシにだいたい米粒 2,3 粒、これが適量です。硬側に対しての適量ですね。はい、ちょっと見れるかね。2、3粒のクリームで薄く全体的に伸ばしていきます。これ、はい、茶色いブーツの時は茶色いやつを使った方がいいんですか？あ、はい、そうですね。茶色でまあいろんな色がある。いろんな色がございまして。無色っていうのもあるんですか？無色もございます。ああ、なるほど。じゃああんまり別に色入れなくてもいいよっていう方は無色を。無色ですね。うん、で色入れてしまうとやっぱり茶色系に関してはやっぱりどうしてもこういう色になってしまうので、はい、色を残してあげるっていうのであればやっぱり無色透明な方がいいですね。はい、まあ、足りなければ少し足していただいて、うん、少しずつクリームを伸ばしていくっていうのがポイントでございます。はい、はい、まあ、まずこんな感じですかね。ああ、なんかちょっと、はい、ちょっと皮が喜んでる感じしますね。そうですね、だいぶ乾燥してたので、はい、クリームをのせてあげると、まあ、栄養がいって、表面にロー分が残って、ちょっとまあ現状マットな雰囲気で残ってるんですけど、はい、この次にツヤ出しするためのブラシがこのピックブラシっていう豚毛のブラシがあります。さっきほこり取るときは馬毛でしたよね。そうです。先ほどのブラシは馬毛のちょっと柔らかい方。はい、比べてみると、硬さも全然違いますね。はい、硬さが違うのとやっぱ密度も違いまして、はい、豚の方が硬いですね。そうです。豚の方が硬いです。はい、で密度が多いとほこりを絡めやすいブラシですし、うん、逆に密度がないとブラシの毛が動きやすいのでツヤが出しやすいっていうようなイメージですね。なんでかまあこのピックブラシを使って塗ったクリームを全体的に伸ばしてあげるようなイメージでブラッシングしていきます。はい、革靴のツヤ出しをする工程っていうのがこのブラッシングの工程になるので、はい、よくこう皆さんクリーム塗った後に空拭きする方いらっしゃるんですけど、ブラシを飛ばして、はい、できればブラシっていうのは必ずやっていただいて、まんべんなくクリームを伸ばしていただいた方がツヤ感もきれいに出ますし、クリーム塗ったらまずブラシをかけるっていうのはセットだと思っていただいた方がいいですね。確かに光沢出てますもん。光沢出てます。もう見るに耐えないですからね、こっちね。もう分かります？これ遠くからでも分かるでしょ。こっちがツヤツヤ、こっちもカッサカサ。はい。あ、
これでもどんどん光沢出るわけですね。そうなんです。はい。でブラシで光沢を出した後に、どうしても浸透しきれなかったクリームっていうのが表面に残っているので、こういうシルキーレザーグローブっていう、から拭き用のクロスがありまして、このグローブで余分なクリームをから拭きしてフィニッシュでございます。でもそれでもまたよりちょっとなんかこう光沢感が出てるような。そうなんですよ。余分なクリームってどうしても曇った表情が残ってしまいやすいので、はい、それ取るだけでも結構ツヤは出てくれますね。はい。このグローブがですね 2way 仕様でして、こっちでから拭きをした後にさらにレザーの面で磨いてあげるとよりツヤも出てくるんです。いいですね、2way。2way めちゃくちゃいいんですよ。なのでこうお手入れする中でのこのから拭きでしたけど、はい、普段履いてる中でちょっと曇っちゃったなっていう時にはこの革の面で拭くだけで曇り取れてくれるので、結構便利アイテムです。いいですね。これって例えば、さっきほこりがたまるからこう取ってって言ってたじゃないですか。どれぐらいの頻度で靴の手入れってすればいいんですか？手入れの頻度ですと、5回履いたら1回お手入れするっていう頻度が結構ベストでして。そんなに？そんなにマジですか？だって同じ靴1週間履いてたらなんか大変じゃないですか。すみません、話の交渉。そうなんだ。そうなんですよ。なるほど。1週間にもちろん5回履くのであれば1週間に1回です。1週間に1回、2週間に5回履くなら2週間に1回、なるほど。月5回であれば月に1回。でもそれぐらいやると全然靴の持ちも変わってくるし、っていう変わってきますね。乾燥した革っていうのが一番水にも弱くなりますし、革切れっていうのがどうしても起きちゃうので、なるべく定期的にお手入れしてあげるっていうのはもうおすすめしております。そうなんだ。すみません、私知りませんで。小川さんじゃあ7回に1回で大丈夫です。そんなに？いやいやでもね、ちょっと本当皆さんこうですよ。もう本当にこう手入れしないと分かりますかね。こう表面もこう削れてたりしてどんどんね傷みやすくもなっていくんですよね。そうなんですよ。乾燥してる皮が一番ダメージいきやすいので、潤ってる方がいいですね。例えばこう雨に濡れちゃったとか、結構ねバイクに乗ってる方がブーツでズブズブになっちゃったって言ったらもうその時はやった方がいいですよね。そうですね。その時はもう5回のうち2回目であっても、その都度やった方がいいですし、どういうことをやればいいんですか？もしすげえ濡れちゃったら。すごい濡れてしまった場合、多分皆さん経験あるかもしれないんですけど、シミになってしまったり、あと塩浮きって言ってここの表面に白っぽく塩分が出てくることがあるんですよ。それって汗から出る塩の成分なので、それをまずはクリーナーで落としてあげるっていうのはもちろんそうですけど、しっかり濡らしてあげるっていうのがすごく重要でして、中途半端に濡れるとそういう現象が起きるんですよ。なので濡れてる面と濡れてない面を出さないために中途半端に濡れたら全部濡らしてください。全部濡らしちゃった方がいいんですね。全部濡らした方がいいです。じゃあこうどういうふうに水を含ませた雑巾でこう押し込んで水分を押し込んであげたり、しっかり境目なくしてあげるんであればもうどんな方法でもいいんですけど、結構大事ですね、そちらが。なるほど。じゃあ全部濡らしてそれ一回乾かすんですか？もうそのまま全部こう手入れしていくんですか？すみません、すごい気になってるんで。ウォッシャーキットっていうキットがありまして、丸洗い用のキットがあるんですけど、シャンプーですね。一回革靴濡らしたらシャンプーキット、これ液体タイプのシャンプーなんですけど、泡立てたシャンプーを移してこれでシャカシャカやってあげて、洗ってあげるとより塩浮きっていうのも起きにくくなりますし。なるほどですね。いやよくね、僕編集部で例えばね、今ブーツの話ですけど、革ジャン濡れちゃったんですよ、絶望した声で電話かけてくる人がいるんですよ。でも本当そういう時はでも革の場合もう靴もそうですけど、もう濡らしちゃった方がいいわけですね。濡らしちゃった方がいいです。思い切って境目なくすために全部濡らした方がいいです。なるほどですね。いやちょっといろいろ勉強になりました。でも一番勉強になったのは5回に1回ってことです。
本当に、はい、いやでもやり方はね、でもこうすると本当に、だって今ちょっとやっただけでこんな変わるわけですから、はい、すごくやっぱ皮が喜んでるっていうかね、はい、それはそうなんで絶対に長持ちするんだろうなと、はい、うん、だから皆さんもね、例えばこう革靴だったらビジネスシーンでも履かれる方いると思うんですけど、金曜日とか週末にね、はい、ちょっとこうやってあげるっていうのはいいかもしれないですよね。はい、いやこれがもう基本メンテですね、ブーツも。とりあえずじゃあもうこれを頭に入れておけと、はい、そうですいうことですよね。はい、本当にそうですか？なんか他に言いたいことあったら言った方がいいですか？なるほど、はい、でも靴磨きって奥が深いじゃないですか、靴のケアって、磨きもそうですし、そうですね、だけど基本の木っていうか、基本の木ですね、この段階が。これを覚えておけばっていう、はい、問題ないです。はい、いや本当ありがとうございます。皆さん分かりました？すみません、正直に聞きます。5回に1回靴を手入れしてる人手を挙げてください。ほらほらねいないんですか？正直言って俺半年に1回ぐらいですよ。なんかちょっとかさついてきたなっていうブーツの時にちょっとオイルあげるかなぐらいな感じなんですけど、1年に1回っていう人もいると思うんですよね。でもやっぱり革靴ブーツは関係ないですもんね。関係ないですね。やっぱり素材は一緒ですからね。はい、一緒です。よかったですね、皆さん今日これ聞いて勉強になりました。多分皆さん今日帰ったら絶対にやると思いますよ。はい、ぜひお願いします。はい、このグッズも売ってるんですよね、この会場でもね。はい、この会場で、全て使ったものは販売しておりますので、はい、ぜひ皆さんね、ちょっとよろしくお願いします。いろいろブースを覗いていただけたらと思います。はい、いや本当にブースさんありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。次はですね、はい、革ジャンの日々のケアの基本をちょっと教わりたいなと思います。はい、前にブーツの基本メンテ、革靴の基本メンテ聞きましたけど、またそれとは方法変わるんですよね。そうですね、流れはそんなには変わらないんですけど、使うアイテムがちょっと変わってはきますね。そうなんですね。はい、ここに1着のね、革ジャンあります。結構いい味出てます。そうですね。ただ若干かさついてますね。はい、そうですね。触った感じにちょっと感じしますね。じゃあちょっとこれを例にとって、やり方を教えてください。はい。革ジャンのお手入れは、先ほどお伝えした通り、ブーツのお手入れと同じようなお手入れ方法にはなるんですけれども、革ジャンってどうしても地面から遠い場所に来るので、そんなに汚れないと、なので毎回クリーナーかける必要は正直ないです。ただ汚れた時にはやっぱりクリーナーをさっき使った、レザークリーナー使ってクリーナーをかけて汚れを落としてあげるっていうのがすごくいいんですけど、基本的には日々のお手入れのメンテナンスとしてはレザーのミルクもしくはレザーオイル、ミルクとオイルは何が違うんですか？これ成分と、あとは後々のツヤの出方とかも変わってきまして、ミルクの方はツヤが出る仕様なんですよ。これはオイルと何かが混ざってもちろん成分的にオイルの成分も入ってますし、ビーワックスとかそういうツヤ出しのワックスが入ってますね。で乳液タイプなのですごく伸びもいいですし、使いやすいミルクです。レザーオイルに関してはこれ、液体タイプ。なるほど。液体タイプのオイルですので、動物性の油と植物性の油がこう混合しているので、仕上がりべたつかずにちょっとマットなツヤ感なるほど出るのが特徴的ですね。じゃあこっちはどっちかというと光沢が出て、でこっちは若干マットなちょっとマットな感じになりますね。ので、塗っていきますか。塗っていきましょう。じゃあどっちミルクいってみます？ミルクいきますか。こっち側ミルク。じゃあこっち側ミルク。塗っていきます。じゃあちょっと置きますよ。置きます。ちょっと見えない方はね立っていただいてという感じで、またじゃあ、ウエスっていうかそのコットンに
ミルクを出していただいて、はい、だいたい真珠の粒1粒分とか言うんですけど、はい、なんかいいですね、化粧品みたいで、真珠の粒1粒分ですよ。なんか真珠ポカーンとしてるなんか野郎どもがいっぱいいますけど大丈夫ですか？大豆って言った方がいいですかね。大豆、納豆1粒分だと思ってください。はい、はい、ターコイズ、いいですね。はい。で、これを素早く伸ばしていきます。あんまり慎重に、伸ばしてしまうと一点集中でクリームが染み込んでしまうので、はい、もう本当にスピーディーに伸ばしてあげるっていうのがポイントですね。なるほど。で足りなくなったらもう一回同じ量ぐらいで取っていただいたら、はい、もうバーッと素早く伸ばしていきます。はい、であとは乾燥してる場所、乾燥しやすい場所って、特に肩、袖口、はい、あとは擦れやすいファスナー周りだったり、そういったところって一番擦れて、色が落ちやすいので、はい、その辺に関しては少し多めにミルク、このポケットの玉縁だったり、そうです、肩だったり、はい、この辺ちょっと多めに足しちゃっても OK ですね。はい、こんな感じで伸ばしていきます。はい、で伸ばした後にこっちですね、今ね、こっち塗りました。はい、こっちの面です。はい、伸ばしていきました。はい。で伸ばした後に、はい、ブラシをかけてツヤを出していきます。はい、ウェアをブラシするときには馬毛のブラシがすごい適してるので、はい、今回は馬毛の毛でツヤを出していきます。出てる。はい、もうポイントは細かくやるのではなく、もう塗った面全体的に伸ばしてあげるような大きいブラッシングがいいですね。大胆にね、大胆にやってあげた方がいいです。もうやっぱ革ジャン着るぐらいだったらもうこちゃこちゃやってんじゃねえよっつってバーンってやった方がいいっていうことですよね。そうです、はい、まさに。皆さんね、革ジャンを生き様としてる方なんで、そういうのは得意だと思いますよ。バーンやると思いますよ、皆さん。はい、ぜひ。で、最後空拭きです。空拭き。さっき使ったこのグローブですね。はい、一緒です。すごいですね。はい、出てます。わかりますかね、この光沢感。こっちなんですけど、こんなに今賞味数分じゃないですか。それだけでここまでの、はい、ツヤが出ます。ツヤが出るという感じですね。はい、こっちですよ、今やったのはこっちの見頃です。はい、はい、次こっちでオイルやってみましょうか。はい、オイルいってみます。じゃあ今度こっちにオイルを塗ってみます。はい、じゃあいきます。はい、はい、オイルも先ほど塗ったミルク塗ったポリッシングコットン、ちょっと柔らかいコットンにちょっと出していただいて、はい、液体なのでこのぐらいの量でも結構伸びやすいんですけど、同じくやり方はさっきのミルクとほとんど変わらないですね。もう変わらないですね。ガーッとこう、はい、まんべんなく伸ばしてあげるっていうのは変わらないです。でオイル使った場合も、さっき言ってたその肩周りはファスナー周りだったりポケット周りっていうのもしっかりと多めに塗ってあげるのを多めに塗った方がいいですね。はい、はい、なるほどですね。こんな感じで伸ばしていただいたら、次また馬毛のブラシ使うんですけど、オイルはオイル用のブラシでブラッシングしていただいた方がよくてですね。はい、というのもツヤ出し用で使ったブラシとオイル用って分けないとちょっと油分量が変わってくるので、毛先についている油分量が変わってくるので、それ用にやっぱブラシは使い分けた方がいいという感じですね。はい、分けた方がいいです。でも両方馬毛の方がいいんですよね。両方、はい、馬毛の方がいいですね。で同じくこっちもオイル用のクロスで余分なオイルを拭き取っていきます。わかりやすいですか？いや、これね僕から見るとすごくわかるんです。あ、そうですか。
これ分かるかな。こっちがオイルでこっちミルクなんですけど、こっちの方がね若干ツヤがないんですよ。こっち分かります？オイルでやった方が、ミルクでやった方が光沢感があるんですよね。どれぐらい映ってるのか正直分かんないです。ただここで見る限りすごく分かるんですよ。はい、っていう、これはもうオイルでやろうがミルクでやろうが、はい、メンテはの効果は変わらない。あと好みの問題ということですか？もうそうですね、簡単に言ってしまえばツヤありが好きなのかなしが好きなのかで分けていただいた方がいいですね。なるほどですね。あとはもちろん皮の種類によっては、オイルの方がいいとかミルクがいいとかは、多少は出るかもしれないですけど、なめしによってっていうのもあるんですか？例えば、はい、そうですね、渋なめしとクロームっていうのはどういう、はい、相性がいい悪いには正直どちらも相性いいです、はい、相性が悪いものはないんですけど、もう本当にクロームとかであれば、オイルの方を入れてあげるとよりこう波打ったシワが出やすかったりとか。ああ、なるほど。そのオイルの種類によって後々のエイジングも徐々に変わってはくるので、はい、その辺もすごく選べる楽しさはあると思いますね。後々のエイジングがやっぱり変わってくるっていう、それはでも楽しいですね、はい、なるほど。これって、はい、頻度ってどれぐらいの頻度で、はい、革ジャンのお手入れってやった方がいいんでしょうか？はい、ブーツは5回、靴は5回に1回でしたけど、革ジャンに関しては2、3ヶ月に1回、まあ3ヶ月に1回ぐらいでいいと思うんですよね。それだったらいけますよね。はい。これ5回に1回って言ったら絶望してましたよ、俺。確かに。はい。あ、でも2、3ヶ月に1回だったら、はい、まあ例えば10月ぐらいに革ジャン着始めたら、まあ1月ぐらい。そうです。だからそのワンシーズンに2回ぐらい入ってくる、やればいいっていうことは、まあこれはもう現実的ですよね。はい。抵抗なくできると思います。安心しました。なるほど。そうですね。あとですね、はい、さっき私、まあクリーナーかけてミルクなりオイルなり塗るんですけど、はい、ちょっとこう大変だなっていう方に関しては、栄養が入った防水っていうのがありまして、はい、これにもすごい油分量が入っているので、これをこうかけて、ちょっと時間を置いた後に空拭きするだけでもうメンテナンス OK です。なるほど。めちゃくちゃ簡単。不精な人にはね。そうですね。あとはもちろん防水効果も入っているので、ミルクオイル使った後に防水効果を上げるために、高めるためにこれを仕上げるっていうのももちろんいいです。じゃあこれでいいんじゃねえかっていう、そういうことではないです。そういうわけではないです。そういうわけではないんですよね。やっぱり武将者にはいつかそういうしっぺ返しが来るっていう。まあこれはこれで日々ねバーってやるのが楽だけど、やっぱりこっちでしっかりやった方が顔のためにはいいですよということですよね。はい。なるほど、いいですね。でもこれはちょっとね、ちょっと本当に面倒くさいなとかと思うときはこういうのがいいですね。の方が本当にいいですね。雨の日もちろん着られる方に関してはスプレーかけた方がいいですし、乾燥してる出かける前にはちょっと軽くだけでも全然変わってくるので、はい、これ例えばいろいろなところでこういうふうにメンテの話とかすると思うんですけど、はい、革ジャンに関して例えばよくある質問とかって何かあったりします？例えば頻度とかも聞かれるでしょうし。はい、そうですね。革ジャンでよく聞かれるのが、外側はもちろん革のメンテナンスでいいんですけど、内側ってどうするんですかって。ライニングですか。よく聞かれるんですけど、はい、おすすめのものがありまして、はい、ライニングフレッシュナー、まあ、名前の通りライニング用の、除菌消臭ができるスプレーですね。それはいいですね。これを、ライニングにもう本当にかけるだけ。はい、特に脇の下だったり背中周りっていうのはすごく汗かきやすくて、汚れ除菌、菌がたまりやすいので、はい、着た後でもいいですし着る前にスプレーかけるだけで、その匂いの繁殖っていうのも防げるので、すごくおすすめですね。これはいいですね。でもちょっと汗かいちゃったとか、ちょっと暑くなっちゃってとかっていうところもねいいですし、はい、やっぱりねなんだかんだでこのライニングって気になりますもんね。やっぱそうですね、気になりますね、メンテナンスの。なんかちょっとさっきスウェード、はい、はい、スウェードも今回持ってきてまして、はい、
スウェードの手入れもまた表側とはまた違いますよね。はい、変わってきますけど、はいスウェードの方がすごく簡単ですね、はいミルクとオイルでツヤありなしっていうのはもちろん選べない素材なので、はい。スウェードに関してはワイヤーが入ってるブラシ、うん。これスウェード用のブラシなんですけど、スウェードに対してしっかりとワイヤーを絡めと取るといいますか、こうクイックの手首のクイックを効かせて、ホコリをかき出してあげるっていうのがもう日頃のメンテナンスはい。で重要なポイントですね。でブラシをかけていただいた後に、はい。さっき簡単にお手入れができるってお伝えしたこのレザーエイジングスプレーというスプレーで、栄養と防水効果を高めてあげるっていうので、もう2ステップで完了です。あ、もうこれでメンテ。これでメンテ完了ですね。これもまあ着用してるんだったら3ヶ月とかにはい1遍ぐらい。で OK です。スウェードはじゃあ結構簡単。スウェードはすごく簡単です。結構でもスウェードって防水スプレーだけかけてあげればいいやみたいな、はい。方多いんですけど、やっぱ革なので、うん油分が入ってないと硬くなりますし、はい色も退色していきますし、うんやっぱり専用のこういうスプレー、栄養が入ったスプレーでメンテナンスしてあげるのがいいですね。なるほどですね。ちょっと本当にいろいろためになりました。はい、はい。いや、そうなんですよね。なんか着てると忘れちゃうんですよね、メンテのこと。はい、俺って言っちゃいましたけどだけど本当に定期的にいつも本当に正直言うと会社の忘年会が終わって次の日から暇になるじゃないですか、はい、そうするとなんとなくいろんな革ジャンを持ってきてオイルをあげるようにしてたんですよ、うん、年に1回年に1回うん、だけどちょっと増やします、はい、新年会も入れる新年会じゃない、うん、ちょっとまたねこう回数を増やしてちょっといろいろとこう革ジャンを可愛がってあげようかなと思います。多分ね、ここに本当に今カメラには映ってないですけども、ここに僕の目の前にいる方ほとんどの方がやっぱ革を身につけてる方なのでね、今日のお話は多分すごいためになったんじゃないかなとありがとうございます。思います。いや本当にありがとうございました、ためになるお話。はい、はい、なんで革ジャンの基礎メンテ講座でございました、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんいかがでしたね。びっくりしました。革靴は5回に1回メンテしなきゃいけないというこの衝撃の事実皆さんどう受け止めたでしょうかでもね本当にためになったと思うんですよ、まあちゃんとメンテすれば革ってずっといい状態をね保ってもうより長く愛せるんで、ちょっと皆さんねまあ今日見たことこの映像で見たことをちょっと頭に入れてちょっと日々のメンテも楽しんでもらえたらなと思いますね。いやーっとでね今日俺どこに来てるかっていうとまあ一言で言うと革の楽園でございますね。まあどことは言いませんよ、はい、革の楽園でここの映像はですよまた来週ということで皆さんお楽しみに。ではまたお会いしましょう。さようなら。